これね久々味わった。これよく語り継がれてるんだけどさ、当時ほらリハーサルって、すみません、台本5000円で売ってもらえませんかね40年過ぎると随分変わるよね。そうだね、俺別にまあお互いね今、会社ねお互いにやりながらだから、苦労が分かるっていうか、楽じゃないからねやっぱり、楽ではないけど、その自分の育てた子供たちが、のことを考えると寄り添うんじゃなくて一緒の気持ちにこうシンクロして進むことでなんかこう、見出せてきた気がする。まあ出なきゃあんな野津山とさ M1 なんかやんないよね。俺も出してよ俺も出してじゃあ一緒にエントリーしようよ。次一緒に出ようよ。3人漫才。初め言ってんの3人？やってみない？何本気になっちゃってんのいやよく出たよね。いやお笑いにこうすごいこう前のめりなお客さんがいて、その人たちって、声優が何やってんだよ全然笑ってくんないの、めっちゃくちゃアウェイなの。これね久々味わった。大事だと思っただから。で笑わそうと思うと笑わないもんだからね人ってね。そうなんだよね。笑わせる体質を作ることも大事で、そんな意味で言うと僕らもその演技をして感動させる体質を持ってなきゃいけないってことなんで、これすごく思うんだけど、堀内さんって名だたるハリウッドスターのさ、演技をしてくるわけじゃないですか。どうなのそのスタジオに入って本番の前までとギャップは。スタジオの前までちょっとふざけたことも言ってるけど、あれ憑依するんだよね。スタジオ入るとマイクの上イタコみたいな感じ？イタコのみたいな感じ例えば今までで最大のピンチだったみたいな時ある？収録の時に。ピンチだ。若い時はほとんど毎日ピンチだったよ。だって俺 DJ から来たから、俺一人には芝居のことが分かんなかったから「はいナウなナンバーから」とかさ「1972年フィラデルフィアサウンド」とかさやってりゃ OK だと思ったらさ「違う芝居分かってね」って言って、その時に思った。全然喋りゃいいっていうもう認識がもう花から演劇っていうものを分かってねえんだって。思った。だからその苦労はさピンチだらけだった。そういう時に限って台本忘れちゃったりしてさあとド新人なのにさびっくりしたもんね。カバンから出したらさ電話帳が入ってた時これですよこれですよ本当電話帳これよく語り継がれてるんだけどさ、当時ほらリハーサルって、みんな呼ばれてやった時あったじゃん。ありましたね。みんな呼ばれてこのぐらいの会議室でこのぐらいのブラウン管に20人30人がこうやって見てるから、全然僕らなんかもね、先輩が前にいるから見る場所がないんだよね。ないの。でそれで怖い監督でさ、俺仕事をしちゃって10分遅刻したの。でも台本全部片付けられてさ、あら。ほんで新人でそれ洋画劇場の準主役だったのね、どうすりゃいいのって言って、目の前に大塚芳忠さんがいらしたんで、すみません台本5000円で売ってもらえませんかねって言ったらあの人そこら中で言いふらしてるからさ、うわもうそれ実話なんですね。実話なんだけど違う、あの人悪くないんだよ全然。俺が助かる。星さん売ってくれたの？売ってくれるわけないやん今でも覚えてるな。なんだって怒られてさ、新人のくせにこんないい役つけてんのにって言われてさ、怒られてさ。でもそれ生き残ってんだからね、よかったと思うよ。それでピンチだったことあんの？僕ね多分同感なんですよ。後で思うと、あれってまずかったのかと思うことあるけど、その時は自分がピンチだと思ってないから全然慌てふためいてないんですよ。動揺したら見たことないもんね。もう今日あそこのレンジのところのお湯がジュワーってなってちょっと動揺したけどもうちょっとで火が消えそうだったんだねえ声優プレイ。
基本は変わってないんですけど、やっぱりその収録そのハードが違うから、例えば一番最初僕がオーディオドラマやった時は LP ドラマなんですよ。LP 版のレコードなんですよ。カセットなかったからカセットブックっていうなって、その後 CD が出てきて、で途中 MD とかもあったよね、今はねチェックしてきて練習してくださいとか、データで送られてくるけど、当時はほとんどみんなねもうスクリーンでみんなで見てて、そうアニメーション映写技師がいて真っ暗なところでスクリーンにフィルムで映写して映画と一緒、それを見て僕らこう、セリフ喋ってた。閉じると時間かかっちゃうんだよ。もう閉じると怒られるんだよねその中にいちいち巻き戻してね、なんかここだみたいな。そこで僕が編み出したのは、いっそ喋んない方がいいで ABC とか B とかを若者がこう喋ってるとこに一人いなくても全然構わないんですよ。気が疲れるだってスタジオになんかね砂とか置いてあってね、だからあれ温厚で歩いてる音とか取るわけですよ。馬の蹄の音とかを、あと波の音とかを出すためにちゃんと昔ながらのあれが置いてあって、ね、行くとね結構砂まみれだったりしたよね。40年過ぎると随分変わるよね、声優プレイ。前のアニメと今のアニメってなんか声の演技が違うというか、ね昔声優学校ってなかったからですよ。みんな舞台の人だから舞台人が多かったからね。今どちらかというと声優学校主流の時代になってきてるから、そもそもがなんか考え方が違ったっていうのがあったよね。そうだね、お手本があってパターンがあって誰々みたいにっていうのをみんな学んでくるんですよ。だから上手なんですよ実は。僕らの時ってそれないし、ロボットが合体するわけわかんないし、だからどんな声出していいかわかんないから自分たちで編み出しましたもんね、そういうの。でも僕今の方がやっぱり才能豊かだし面白いと思いますよ。間違いなくそういった意味では、才能は豊かだよね、歌えるし、そう踊れるし喋れるし、ルックスもいい子出てきたし、もうなんか負けちゃいられないとか思わないですもんね。くっついていこうと思ってなんかその演技がこうどんどん変わっていくじゃないですか。それになって自分の演技もやっぱり変えていったんですか？変わっていくというか、結局アンサンブルですから自分だけが昔ながらの演技を踏襲してても混ざらないってことはやっぱり良くなくて、馴染むのはお互い歩み寄りだと思うから、喋るスピードも随分昔と変わってるだろうし、絵のスピード感、音の広がりとか音楽のがものすごく進化してるから、やっぱり喋りもそれに付随して変わってくんだよね。まあね、こんな番組を2人で持てて幸せだったね。ご経にしてるよかったらこれテイクアウトでいかがですかこれ結構グラグラくるやばいよこれ。声優ボックス出ました。いきなり出ましたか。やばい、何すんだよ。痛いよ、やめて痛い耳が痛いでしょいい戦いじゃん。聞いてよチャンネル登録よろしくお願いします。